はい、こんにちは。今回はですね、パッティングを打つ際に、通常70度ぐらいの来角がねあるんですけど、65度ぐらいにしてトーアップしているプロって結構多いんですね。で、藤田プロなんかも結構トーアップで、トーアップした方が重心が下がるんで、フェーズの向きがねこう変わりにくいっていう、感覚的にですけれども、結構下にずしっとくるんで、そういう人も結構多いです。で、青木プロなんか昔はねすごくトーアップ打ってましたよね。で、トーアップするとやはりロフトがある分、ロフトが例えば3度4度あればね、球は上に行くパワーですけどね、これが左に向きますんで、球がピュッと左に飛びやすい。トーアップしてる人はよく左に引っ掛けたショートパットを30センチぐらいに左にカップに触れもせずね外れるなんていう、そういう現象もあったんですね。それで今ほとんどのプロはだいたい来角を気にして構えるんですが、それでも分析をしていくとですね、ちょっとこちら見てください。タイガー・ウッズで65度とか67度ぐらいね、フィル・ミケルソンは来角通り70度、ね、松山プロでも64度65度、ね、で藤田プロはやっぱり60度ぐらい、ね、そういう形で少しトーアップ気味なんですよ。で、金谷拓実プロね、逆じゃないですか。ヒールアップヒールアップをして、プロは少ないんですけれども、アマチュアです、ものすごいパターン上手い人見たことあるとね。で、ヒールアップすることっていうのはちょっとつるような形になるんで、今度打ち方の方も、少しパターのヘッドをうまく重みを使いながらね打つような打ち方になると思うんですが、今回はそのトーアップしたりヒールアップしたりするとどういう現象が起きるのかっていうね、その辺のお話をしたいと思います。ちょっとこちらへアップで見てください。今ね、適正な来角70度の来角で、今はこういうちょっとしたものを作りまして、大体真ん中を指してますよね。これ今適正な来角で芯を指しているという、ね。上からもちょっと映してみてください。上から見ても、ね、芯を指しているという、そういう状況です。ではこの状況でトーアップさせるとどうなっていくかというと、ここの今指してるところがどうですか、下の遠気味にずれますよね。下の遠気味にずれたの分かります？真ん中の線がね、下の遠気味で、逆にヒールアップすると下のヒール気味に数ミリずれますよね。そういう現象が起きるわけですね。はい。こちらのパターンの方がちょっと分かりやすいかもしれませんので、今こうなってますね。今来角が合ってます、これね。で、トーアップさせるとこの線が少し打点が3ミリぐらい遠寄りにずれたの分かりますね。下に下がります。それでなおかつヒールアップするとこうですね、同じく3ミリぐらい今度ヒール側に打点がずれているということが分かります。はい、では、これからですね、このまた、パッドラボを使ってですね、トーアップとヒールアップで打ってみます。で、打った結果、実際にヒールアップどのぐらいできてるのか、それからトーアップどのぐらいできてるのか、そしてボールのカップインの状態がどうなっていくのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。で、今ちょっと準備しますね。はい、では準備ができましたので、まずこれ普通の構えですね。で、トーアップですから少しこういう形になります。少し、離れますね。で、できたいと思います。はい。です。はい。
はい、次ヒールアップやりますのでちょっと準備しますね。はい、ではヒールアップですがこうですね、非常に打ちにくい構えとなります。なんとか奇跡的に入りました。ヒールアップですがこうですね、すごいつる感じになりますね、私としては。奇跡的に入りました。すごい違和感あります。すごいめちゃくちゃ違和感。ちょっと打っちゃいました。すいません。ぐっと振られてます。はい、すごい違和感ありますけれども、入り方はすごくいいね、ヒールアップ、金谷拓実プロ。はい、では結果をね見てみたいと思います。これが結果なんですが、トーアップですとまずね構えがね少しヒール気味で構えてるんですよね。芯で構えてなくてヒール気味で構えてる。トーアップですから打点がですね3ミリほどトーになるはずなんですが、構えの時点でヒール気味で構えてます。で3回ともエイミングとそれからコンシステンシーはすごくいいので一貫性はいいということが分かりますね。 0.3 とか 0.06 なので数値もいいです。でベースインパクトの時の、コンシステンシーですね、これも89%、悪くない、ね、で実際ヒールで打ってますね。4ミリ3ミリ等で打つべきところをなぜか4ミリヒールで打ってるという、そういう結果が出ました。はい、で2度のアッパーね、9ミリヘッド浮き、はい、ではこれがトーアップのパターンね。でこちらが逆、金谷拓実プロみたいにヒールアップの場合は逆ですね。これ全く逆。これ比べてください。遠気味で構えてます。これはどういう現象でしょうかね。先ほどと全く逆。こちらは逆にヒールで打たなくてはいけないところを遠気味で構えているぞという。同じくコンシステンシーはすごく高い。でトーで打ってますね。この形見ていただくとトーアップとこのヒールアップって分かりますよね。で、ヒールアップですと打点がヒール気味に来るはずなのにトーで打ってる。でこちらは打点がトー気味に来るはずなのにヒールで打ってるとなぜか逆の現象が起きています。であとのデータ的にはほぼ同じ、全部グリーンですから、再現性は良かった。一貫性もあった。3.2 度のアッパーと 2.1 度ですね。はい、これはですねどういうことでしょう。はい、これはですねおそらくなんですがですねこれか。はい、ちょっと上から見るとね理解できるかもしれません。まずこれが普段の70度ですねの来角で、これをトーアップすると今このクラウンにラインが引いてあるじゃないですか。ここね、これがどうなってくるかっていうと下の線に比べて手前側にずれてきますよね。つまりボールに対してボールがあるとしたらこう先っちょで構えてる感じになるので、それで前に出てトーアップだとヒールで打ってるわけですよね。そういうことでしょうか。で逆にヒールアップだとこういう見え方をしますので、下を見ればいいんだけどこのクラウンを見てしまうとこのようにヒールで構えてる気がするので少し引いて結果的にトーで打つと。そうですね、ヒールアップだとトーで打ってるわけだからこうやって打ってるということはクラウンを見るとクラウンとこの下の線がずれるので、クラウンにマークがこれ線引いてしまいましたがある場合とそのないのがありますよね。最近はないの多いのかなここね。それによっても目の錯覚を起こして
実際にその打点が本来、ヒールアップをすれば手前に来るべきものが3ミリほど来るべきものが目の錯覚によってですね、トーで打ってると、で逆にトーアップであれば先っちょの方に来るべきものがやはりこれも目の錯覚でヒールで打ってしまうというね、そういう現象が起きている可能性が大きくなりました。はい、あと打点に関しても先ほど一番最初見ていただいた通りにやはりトーアップヒールアップあまりね、しますと打点がずれますから、それに合わせた感覚的な、ね、もの、もちろん自分が一番心地よくですね、フェースがかぶる気味の人、左に引っ掛け気味の人はヒールアップにして、むしろちょっと遠気味で打った方がフェースがね当たり負けしてかぶらないとか、それから右に押し出し気味の人はトーアップにしてトーが負けない、当たり負けしないようにするとかね、細かいいろんな好みはねあるかもしれませんが、今回そのトーアップとヒールアップっていうのを実験的にやってみてね、こういう違いがね、人間の感覚の部分も含めてね、発生してるんじゃないかなということが分かりましたので、ご報告ね、いたします。はい、では最後までご視聴の方ありがとうございました。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。